皆さん、こんにちは。Speak Japanese Naturally のポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。私はふみです。よろしくお願いします。今日のテーマは、漫画の神様が50年前に書いた AI の支配する世界です。日本はご存知の通り漫画大国です。もう漫画文化がすごく発達していますよね。で、その日本の漫画文化、その漫画での表現っていうのを作った人っていうのが、この手塚治虫だと言われています。なので、今日はその最初に手塚治虫についてお話しします。で、その後で、彼が50年前に書いたこの火の鳥、未来編というのがあります。未来のお話です。で、これがもうまさに今の AI の時代にぴったりの内容なんですね。で、まさに、ここに書かれてる風になっちゃったら嫌だなって思わせる内容なんです。ものすごく面白いので、その話をします。実は今の AI の世の中って、ここで書かれていた世界なんじゃないのって思ったのは、私だけではないらしくって、ついこの4月5月に、こういう火の鳥の漫画ローグというものがありました。漫画ローグっていうのは、初めて作った言葉だと思います。今回。初めて私も聞きました。みんなで同じ会場で漫画を鑑賞しよう。漫画を読もうという試みです。で、実際にその場でこうやって本を読んだわけじゃないので、これがどういうものだったのか。で、また会場というかそのビルがすごかったんですよ。できたばっかりのもので。なんでその辺のお話をしたいと思います。もし漫画に興味がないという人がいたとしても、これはですね、日本の文化のすごく大事な部分なので、ぜひよかったら、聞いてください。きっと面白いと思います。では最初に、まず、手塚治虫についてです。漫画の神様ですね。で、さっき、漫画の神様って言ったんですけど、実は漫画の王様っていうのもいます。誰だか知ってますか？漫画の王様は、藤子不二雄です。ドラえもんを描いた人ですね。人っていうか人たち。あれ、グループなんです。藤子不二雄っていう。二人で描いてたので、その人たちですね。で、もちろん、その藤子不二雄にも、この手塚治虫の漫画っていうのは影響をものすごく与えています。だからもちろん王様よりすごい神様な存在なわけです。でですね、その漫画表現って言ったんですけど、手塚治虫の前ももちろん漫画はありました。で、その時の漫画っていうのは、基本的には、同じ大きさのコマ。コマっていうのはこの漫画のこの四角で囲まれている部分。四角とは限りませんが、これがコマですね。で、これ、コマ割りって言うんですけど、その漫画のコマ割りは、コマが同じ大きさで区切ってあって、それでお話が、進むみたいなものだったみたいですね。でも、手塚治虫はそこになんか映画的手法みたいのを取り入れたんです。例えばですね、こういう大事なシーンを1ページ使って表現するとか、あとここで少しずつ角度が変わる。だからカメラのショットが変わってる感じですよね。角度の変わっていく表現とか、で、それを今度引きで、ちょっと遠くから見てる大きいシーン。こういう、なんだか動きのあるような小回りっていうのを、作ったのが、手塚治虫です。なので、それ以降の日本の漫画っていうのは、すごく動きがあるような、読んでてワクワクするようなものになったと言えるのかなと思います。で、あとですね、彼のはもう本当にすごくって、働き者だったんですね。ものすごい量の漫画を描いたんです。
で、例えばひどい時には連載を8本とか抱えていたと言われています。10本だったかな。連載っていうのは連続の連に掲載の載ですね。掲載っていうのは雑誌に載せることを掲載と言います。載せるっていう字のの部分が、載っていう音読みですね。なんで連載っていうのは、毎週続けてとか、毎月とか続けて雑誌に載ることです。で、漫画雑誌には月刊誌と週刊誌があります。で、当時、この手塚治虫がやってたのは週刊誌ですね。男性向けのってなんか週刊誌が多くて、女性向けのは月刊誌が多い感じがするんですけど、そう、彼は週刊誌だったわけです。月刊誌ももしかしてあったかもしれない。で、それをもう並行して書いてたんです。で、アシスタントもたくさんいて、もうひどい時は徹夜が3日続くとか。で、そんな中でも手塚治虫は本当に一番寝ないで書いてたそうです。そう、それでいろんな会社が、一つの雑誌だけじゃなくていろんな雑誌に載せてるから、みんなが取り合いをするわけですね。で、編集者っていうのは雑誌を本に載せられる形に整える出版社の人が編集者です。で、手塚治虫の担当編集者っていうのがそれぞれの雑誌ごとにいるわけです。で、そういう人が手塚治虫の原稿をもらうために、原稿っていうのはこの実際に書いた紙ですね。それをもらうためにそこで待ってるんだそうです。で、少しでも自分のところが先に書いてもらいたい。そうじゃないと印刷が間に合わないから。それでそこで戦いがあるそうなんですね。で、本当にそれでひどい時には手塚治虫は3つの作品とかを横に並べて1枚ずつ。だから話を一通り書くんじゃなくて違う話、しかも違う作品を1枚ずつ書くみたいな。そんなこともしていたそうです。とにかくすごい人で、だからこそだと思うんですけど、1989年に60歳で亡くなっています。で、その時も、病院に入院して、意識がない時も、ちょっとでも意識が戻ると、ペンを握らせてくれって言って、最後の言葉は、頼むから仕事をさせてくれ、だったそうです。なんかそこまで命をかけて、書いてたわけですね。で、あと一つすごく印象に残っているエピソードがあります。手塚治虫が、なんかアメリカのコミックフェスティバルか何かに行った時の話らしいんですけど、そこでスピーチがあったのかな。で、ただ彼はそれに行って8日間ぐらい行ったんだけど、それ以外は、そのスピーチ以外はもうずっと漫画を描いてたそうです。締め切りが終わらないので持ってって書いていた。で、ある編集者はアメリカまで原稿を取りに行ったそうです。で、別の、漫画については、もう本当に間に合わないってなって、手塚治虫はアメリカで人物を描く。人ですね。これが人物。で、後ろ、こういう、なんかいろんなものとかは背景と言います。背景。で、背景部分は日本にいるアシスタントに書いてもらうので、それを電話で指示したそうなんです。当時は、もちろんメールもないし、ズームもないから、電話で指示したそうです。で、まずその小回りから電話で指示するんです。上から何センチのところに線を引いて、みたいな感じで。そこにそれぞれ、この背景を入れてくれっていうのも全部口で言ったそうです。で、すごいのがここからで、その指示の仕方が、例えば、ブラックジャックっていうのはこの作品の名前です。ブラックジャックの3話前、3話前の何ページのシーンのあれを入れてくれみたいな。で、次のコマには別の漫画の時のシーンの背景を入れてくれみたいなのを言ったそうなんですね。で、
そのアメリカにそういう本は持ってってないので、全部自分の頭の中に何を書いたのか、どういうふうに書いたのかが入ってたみたいなんですね。いや、もう本当にすごいなと思いました。尊敬してしまいます。で、あとさらに自分の本棚っていうのがそこに、アシスタントさんたちがいて、書いてて、そこに本棚があるんですけど、その本棚のどこにある本っていうのも覚えてたみたいなんですね。位置まで。いや、もう本当にすごい人でした。もう漫画の神様というに値する人だったんだと思います。で、手塚治虫は、今更ですけど、鉄腕アトムで有名になりました。で、その後ちょっと低迷っていうのはあまり人気がなくなるみたいな、ちょっと落ち込むのが低迷ですね。低く迷うって書きます。低迷した時期もあったんですけど、ブラックジャックで復活します。ブラックジャックは、お医者さんの話です。これすごいちっちゃい本なんですけど、ブラックジャックは、このかっこいい、見えますか？この昔した手術で、こう皮膚の色が違うんです。顔の右と左で。顔に傷跡があって。っていうお医者さんのお話なんです。で、そう、ブラックジャックってお医者さんなんですね。で、手塚治虫は実は、医師免許を持ってるんです。お医者さんになる勉強をずっとしていて、まあでも結局は、漫画家になったんですけど、だから詳しいんですよね、すごく。医学に、医療に。だからこれは本当にもう、大人が読んでも面白いので大ヒットしたそうです。そう、私は当時を知らないんですね。私が、小さい時は、手塚治虫は、私がまだ小さすぎて読んでないんです。連載してた頃は、知らなかったです。で、うちの親は漫画を読むタイプじゃなかったので、知らなかったですね。むしろ私はドラえもんの漫画とかを友達に書いて読んでた感じですね。多分、私には当時まだすごい小さかったから、わからなかったと思う。で、大人になってからこういうのを読んで、もうすごい感動しました。感動しましたっていうか、すごいなと思いました。であと、それからここにはブッダっていうのもあるんですけど、これはシッダールタですね。お釈迦様の人生について書いたものです。仏の教えというよりは、人間としてどんな、人だったのかっていうのを書きたかったって言ってたような気がします。ただこれはですね、私が読んだのずいぶん前で、これまだ読み返してないので、だいぶ忘れちゃいました。また読まないといけません。そう。で、そんな感じで、手塚治虫は、大人でも楽しめる。むしろ大人じゃないとわからないような漫画も書いてます。で、漫画って昔は、日本では、漫画ばっかり読んでって言われるものでした。今でもそういうふうに言う人はいます。でも、だいぶ今はもう、大人も漫画を読むようになってきたので、あんまりそこまで子供に漫画禁止っていう親はいないとは思うんですけど、あの、そういうのも、やっぱこういう手塚治虫とかが、大人が読んでも読める内容の濃いものを書いたからだと思います。で、この火の鳥なんて本当にすごいんですよ。これは手塚治虫のライフワークと言われてるんですけど、いつだったかな、結構長い時間かけて書いてるんですね。これは、50年前ぐらいに書かれたものです。じゃあ今から、この火の鳥の話をします。火の鳥は、これですね。火の中から生まれて、死ぬ時に火で燃えた後、そこにまた新たな命が、生まれるってことで、死なない鳥って言われているものです。不死鳥だと思うんですけど、フェニックスでもこの火の鳥という言葉を手塚治虫は使っています。
で、この火の鳥は全部で12巻あります。で、いろいろなんですよ。これ、なんか似たような表紙ですね。この黎明編っていうのもすごい面白かったんですけど、これは日本の古代が舞台になっています。で、日本の神話と混じったようなお話になっていて、これも非常に面白いんですけど、このすべてに共通して言えるのが、人間が死なない体が欲しい。死にたくない。老いたくないと言って、この火の鳥の生き血を求めるんです。生き血っていうのは生きた血です。あんまり使う言葉じゃありませんが。この火の鳥を捕まえて、その血を飲めば不老不死になれるって言われてるんですね。それで人間たちがこの火の鳥を求めている話なんです。なんで大事な、全編通してタイトルが火の鳥な通り、火の鳥が出てきます。そう。で、この未来編の舞台は、西暦3404年。もう今から1300年以上前になっています。で、この時代はもう地球の表面は、人が住める場所じゃなくなってるんです。それで、人類は地下に住んでいます。で、5つ大きいメガロポリスがあるんです、地下に。それぞれ名前がユーオーク。これは多分ニューヨークですね。そしてピンキング。これ北京ですね。それからレングード。これレニングラードですね。今はサンクトペテルブルグですよね。当時はまだレニングラードでした。それからルマルエーズ。多分これはパリかな？フランスかな？そして、ヤマトと呼ばれていたっていう設定になってます。で、ヤマトっていうのが日本のことです。で、どの都市にも500万人ぐらい人が住んでたっていうんですけど、大事なのはここからで、その都市にはそれぞれ電子頭脳がトップに君臨してるんです。そういう世の中です。だから人間のトップもいるんですけど、その人間のトップは常に電子頭脳に、これはどうしたらいいでしょうってお伺いを立てて、全部質問して、こうしなさいって、私の計算結果はこうですって言われた通りのことを実行している世界なんです。だからもう人間が考えることを放棄してしまっているような世の中なんですね。怖くないですか？最近皆さん AI 使ってますよね。私もすごい使ってます。で、やっぱり自分が考えなくなってきたなっていうのはすごく感じるんですね。で、前、4月に娘から LINE が来たんです。で、それが、未来に希望が持てない。もう嫌だ、みたいな、そういう内容だったんですね。で、私それを見て、もうどうやって返事しようと思ったんです。未来に希望が持てない。本当にその通りだなって思って、実際戦争してるし、インフレで物はどんどん高くなるし、自然環境は破壊されて、毎年毎年暑くなって、地球がどんどん暑くなっている。大丈夫なんだろうかって、真面目に考えると思いますよね。どうなっちゃうんだろうって。で、その時に特に娘なんてまだ21です。だからこれからなんですよね、人生は。私は、一通り言ってみれば、終わってるわけです。だから、私はまあいいんですけど、死にたいわけじゃなくて、まだまだ長生きはしたいんですけど、でも、本当に、娘はこれからなんですよね。で、その時に未来に希望が持てないってなんかすっごくわかる気がしたんですよ。だからわかるからこそ、なんて返事していいかわかんなかったんですね。だって、本当に普通に考えたら、どこに未来希望があるんだろうって、もうお金儲けが全ての世界みたいになってるじゃないですか、今。で、その時に私、チャッピーに聞こうかなって思ったんですね。チャット GPT のことをチャッピーっていう人が多いです。そうで、チャッピーに聞こうかなって思って、その時に、ちょっと待て。こんなね、娘が悩んでいる大事なことをチャッピーに聞くなんて、それはね、人間としてどうなのってすごい自分に思ったんですね。で、これについては
もう絶対に自分で考えて返信しようって思いました。で、よくよく娘のその LINE を見たら、送られてきた時間が、深夜の1時半とかだったんです。で、私がそれを見たのは次の日の朝でした。で、深夜の1時半で、その日は娘は就職活動の最終面接の日だったんですね。今娘は就職活動をしています。で、だから就職活動の最終面接の日に眠れなくて、多分考えてることが悪い方に行っちゃったんだと思うんですね。夜って結構そうですよね。眠れなかったり不安だったりすると、どんどん暗いことを考えるじゃないですか。だから、そういうことかって思って、眠れないのって、眠れなかったのですね。っていう。それで、そう。で、最終面接は東京だったんです。で、私も実はその日、息子の入学式で東京に行く予定がありました。だから、入学式の後とか、夕飯とか、もしよかったら一緒に食べるって送ったんですね。そしたら、娘は少し朝日を見てね、太陽があると人間はちょっと前向きになるじゃないですか。でちょっと元気出てたみたいで、今日はなんか友達と会う予定があるから大丈夫って言ってて、で、その日は会わなかったんですけど、面接の前に、ちょっと電話が来て、ちょっと話して頑張ってねって言って、無事送り出せました。で、無事受かりました。なんともうその日のうちに合格ですって連絡が来て、本当に良かったです。で、ただ今別のもう一個本当に一番第一希望の就職活動中です。で、そっちはね、今もうでもそれでも最終の一個手前まで来てて、その結果がまだ出てないんですよね。だからね、いや、本当に就職活動大変。気持ちが落ちるのはすごくよくわかります。だからあの時に、ちゃんと自分で頭で考えて返事しなくてよかったなって思いましたが、でも本当に基本あんまり頭を前ほど使ってないなってのは感じます。例えばメールもこの返信でいいですかとか聞いてたりするし、チャッピーに。あとは、こういう動画の、翻訳は日本語の作った後、まずもう AI に翻訳してもらってます。で、それを一通りチェックして、この表現はこうした方がいいんじゃないかと思うけどどうとか言いながら変えて、で、最終版作ったのを今度は AI で多言語化して、それをアップしてるという状況です。だから昔は、もう少し英語で考えたんですよ。メインチャンネルに昔の動画があるんですけど、英語で喋ってる動画が結構あるんです。特に最初の頃は。で、あれは本当に自分で英文を作って、で、それを、大体 iTalki とかの先生に、一緒に見てもらって、英語として間違ってないかっていうのを、確認してもらって、で、発音とかも見てもらって、その上で動画を撮影していました。今はもう本当に、今はそもそも英語の動画自体はあまり作ってないんですけど、英語の動画を作るとしたら、多分まず日本語で書きます。でもね、実は最初から英語で書いた方がいい部分もあったりするんですよ。どういう時と言えないんだけど。で、多分そうやって書いたものを、でも最終的に全部英語にしてって言ってやるかなと思うんですね。もうゼロから書かせたら、ちょっとそれはもう自分じゃなくなっちゃう気がするので、それはまだしてないです。でもなんかまだって言いましたよね。いや、それするようになったら、それは果たして私の動画と言えるのだろうかとかね、思っちゃいますよね。そんなわけでですね、考えることを手放してはいけないなって、今だからこそ思います。今それで自分が考えなくなった話をしたんですけど、やっぱこのまま AI が発展して人類は大丈夫なのかっていう心配もあるんですよ。例えば人類の知能と AI の知能は今後ものすごい勢いでその差が開いているわけですよね。
で、AI のやってることっていうのはもう人間のどんなに頭のいい人でも理解できなくなってるわけですよね。で、今人間が、地球を支配してるのは人間が一番頭がいいからですよね。だから例えば野生動物を保護しようとか言ってますけど、保護しようって思わなければ他の生物たちは人間が気にしなければもう絶滅していくわけですよね。つまり絶滅した動物もいっぱいいますよね、人間のせいで。今も保護しようとかいう動きはありますけど、そういう動きをしなければ絶滅してしまう動物もたくさんいます。で、それと同じようなことが起こらないとは言えないわけですよね。AI が人間を大事な存在だと思わなければ、AI にとって人間が取るに足らないものだったら、わざわざ攻撃とかをしなくっても、AI 自体が普通に活動することで人類が死に絶えるってことがあると思うんですね。あると思うんですねっていうか、そういうことがあり得るんじゃないかって言っている、動画を見ました。はい。で、その通りだなと思ったんです。だから、その悪意を持って人類を滅ぼそうとしなくても、人類に対して、注意を払わないことで人類が滅びるっていうことが、本当にありえそうな未来だなっていうふうに思いました。で、あと、その AI が命を生み出すってこともできるんじゃないかなと思うんですね。今人間は、そのクローンとか技術ありますけど、人間を作り出すってやってないじゃないですか。倫理的な問題がありますから。その倫理というのは、人としてやっていいのかどうかということですね。だから、反対する人も多いし、命を生み出すことは人間がやっていいことじゃないということで、反対する人も多いですよね。でも、AI はもしそういうことを気にしないんであれば、やっぱり命を生み出せるんじゃないかと思うんですね。で、それが今地球上にいる生物の形を取るとは限らないというか、AI にとって都合のいい命っていうのを生み出すことができるんじゃないかと思うんですね。そうなってくると、それによって人類が駆逐される。駆逐っていうのは、排除されるってことですね。それも十分あり得るんじゃないかなとか思うと、本当に、これからどうなるんかなってちょっと思うんです。で、そんな時に、そうだ、火の鳥がそういう話があったなって思い出して、私はその2巻を読み返したんですね。で、最終的にこの2巻がどうなるかなんですけど、さっき5つの都市があると言ったうちの2つ、ヤマトとレングードが、戦争を始めることになるんですね。どうしてかというと、ヤマトの電子頭脳が、ヤマトのそのトップの人間にこうしなさいってあることを言ったんです。なので、そのヤマトの人がレングードの人間のトップの人に、これこれこうしてほしいって言ったら、そのレングードの人は、いや、ちょっと待てと。こっちも自分のところの電子頭脳に話を聞くから。そしたらこっちのレングードの電子頭脳は違うことを言ったんです。で、二つの場所の意見が対立してしまったんですね。で、どっちも電子頭脳は自分が一番正しいっていう。で、そのうち、じゃあ電子頭脳を直接つないで、どっちが正しいか討論させよう。ってなった時に、今度電子頭脳が、ちょっと調子がおかしくなって、もうこれは戦争しかないとかって言い出すんですね。戦争だって。で、その人間のトップの人は、嫌だ、戦争だけは嫌だって言うんですけど、結局、言うことを聞いて、自分だけは逃げちゃうんですけど、結局戦争を止めはしないんですね。で、お互い宣戦布告をする予定だった時間に、それぞれのスパイが、仕掛けておいた超水爆っていう、水爆のすごいやつかな。それが爆発して、もう一瞬にして、そのメガロポリス、地下にあったメガロポリスは全滅してしまいます。で、ヤマトも全滅、レングードも全滅。なぜだか知らないけど、同じ時間に他の3つの都市も
爆発して人類は死に絶えます。で、ただその人類は死に絶えるんですけど、実は主人公だけは生かされてしまうんですね。実は言わなかったけど、主人公にマサトっていう男の子がいます。主人公の男の子は気の遠くなる長さの命をこの火の鳥に与えられて、もう一度生命が生まれる繰り返しっていうのを見させられるような物語なんです。もう壮大、すごいんですよ。大きいんです、スケールが。で、ただすごく怖いのが、その人間が考えることを放棄して、電子頭脳が戦争だって言ったら、それにすら従って、自ら滅んでいく、その姿。いや、めっちゃ怖いなって思いました。で、それがなんか今の時代にすごくつながる気がしたんですね。このまま AI がすごく発展したら、やっぱそうなるんじゃないのってちょっと思うわけです。多分、そういうふうに思ったのが私だけじゃなかったんだと思うんです。それでこういう、火の鳥のマンガローグというイベントというか公演というか、そういうのがありました。ちょうど4月から5月にかけてあったものです。そう。じゃあ今度はこれの話をします。まさにこの2巻を題材にしたマンガローグなんですね、これは。どんなものかというと、なんかですね、舞台があって、その後ろにこう、漫画を映し出して、それを、声優さんだけじゃなかったんですけど、俳優とかも、女優さんとかもいたり、歌手の人もいたな、が、アテレコした音声が流れて、あと、ナレーションの部分は、その場で俳優さんが読むという舞台でした。まあ、だから新しいものでしたね。このマンガローグって初めて聞く言葉でした。で、それをやった場所が、門高輪っていうところだったんですが、門っていうのが、ミュージアム・オブ・ナラティブ。で、そこがつい最近できたみたいで、それの開館記念特別公演。だから、そこの開館を記念してやった公演が、これだったわけです。火の鳥のマンガローグ。で、内容自体はですね、私その2巻を読んでたばっかりだったので、むしろその原作というかその2巻との違いがいっぱい見えてしまって、ちょっとね、正直読んでいかなければよかったって思いました。やっぱりこの内容を1時間だったんですけど、舞台が。1時間でやるって無理なので、大事なところだけ、抜き出してるんですね。で、そこをカラーの原稿にして、で、読んでるんですけど、なんか、やっぱり、あの大事な部分カットしたのとか、思うわけですよ。それとか、あの登場人物の声がこれとか、ついね、やっぱり自分で多分想像しながら読んでるから、その差っていうのを感じてしまいました。皆さんもないですか？先に小説とか読んでて、実際にその映画になった時見てがっかりするってこと。だから本当のファンは、そういう映画になったりしても、自分の中のイメージが壊れるから、見に行かないっていう話も聞いたことがあります。そう。だから私も実は、いや、このマンガローグって自分で漫画楽しんだ方が良かったんではってちょっとね、内緒ですけどね。実はちょっと思ってしまいました。ただもう会場がすごかったです。高輪ゲートウェイっていう駅が、6年前にできたのかな？東京の山手線っていう都会を走る電車ですね。そこに高輪ゲートウェイ駅っていうのができて、で、その前にすごい素敵なビルが建ったんですね。で、その商業施設、お店とかも入っているビルがいくつもあって、その中の一つがその門高輪でした。で、そのビルの見た目がまたすごくって、外から見ると、こうぐるぐるしてる感じで、ビルって普通、こう、コンクリートだったりするんですけど、そこは、なんか緑の多いビルなんです。あと、表面に木が張ってあるので、木材ですね。だから、木とその緑があって、
都会の中にあるオアシスみたいな、すごい素敵でした。で、オープンしたばっかりで、そこの別の隣の建物の1階のカフェというか、食べ物を食べれる場所があるところに行ったんですけど、そこも、なんか、すごく不思議な作りなんです。もう注文の仕方もわからない。どこに並んでいいかわからない。で、その建物の中になんかこう雨が降ってるんですよ。あの、穴が開いてるわけじゃなくて、降らせてるんですね。とにかくすごかったです。それは、メインチャンネル用に動画を撮ってきたので、いつかな、アップしたら、ぜひ見てもらいたいです。すごかったです。そう、そんなわけで、いい経験ができました。で、一緒に行った、まだ2巻を読んでなかった夫がすごく感動して、この火の鳥の、見てください。このでかいやつ。これを、今これ6冊手元にあるんですけど、残りは足元にあります。12冊セットで買いました。なのでね、これでっかくてすっごい読みやすいんですよ。本当に良かった。いい買い物をしました。日本語的には、本を読むよりは簡単だと思います。だから、ここから日本語の勉強を始めるというのはいいかもしれません。ちょっとね、難しいですけどね。で、私最初この火の鳥は、こういう、これ文庫版って言います。文庫ってこういう小さい本のサイズを文庫って言うんですけど、この文庫で全巻持ってるんですね、全巻。でもこれが、もうめっちゃちっちゃいんですよ、字が。こういう感じ。私、これ多分20代の時買ってるんですけど、その時は全く字が小さいなんて思わずに、もう字だらけですよ、字だらけ。そう、普通に読めたんですね、その時は。で、その時ちょうどうちの母に、もうこれすごくいいから読んでって言って渡したら、字が小さくて読めないって言われたんです。で、その時に、もうお母さん読みたくないからそういうこと言うのかなとかってちょっと思ってたんですよ。そしたら私この年になったら、もう本当にこれ読むのきついんですよ。もう、ちっちゃい。なんか目が疲れて頭が痛くなるみたいな。なので今の私にはこの大きいサイズ。これがね、すごくいいですね。なので、ブッダもちょっと読みたいから、これの大きいサイズ買おうかなと思ってます。これもね、本当に小さいんですよ。ということで今日は、この漫画の神様の書いた、昔の電子頭脳が人類を滅ぼした話について、お話ししました。いや、もう予言してるじゃんっていう感じです。予言っていうのは、先にこれから起こる未来についてこうなるっていうことですね。いや、これからどうなるんでしょうか。いい未来になるように一緒に頑張りましょう。でね、前向きに終わりたいと思います。では最後にメンバーシップに入ってくださっている方のお名前を言います。名前の読み方が間違っていたら教えてください。デブさん、アルビレオさん、デルタさん、デードさん、キム・ヨンマンさん、ベンジャミンさん、ニヌアイ・シルメさん、チチさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンナ・ピーアビーさん、ウンメ・シュガーテさん、ナグワーブデル・モッタレブさん、アップルパイさん、ガール・アブロードさん、パッキヨクさん、チャンドルさん、オー・ウェンハオさん、チャルトン・ローさん、グエントゥアン・アインさん、チョ・ミンジェさん、チャン・ジテさん、キム・カンソクさん、コーダー XYL さん、フー・カイジュンさん、ジュルド・オーデさん、アン・リリさん、ジョン・リンさん、レイラ・ダラスさん、ハン・インスさん、フランキー・ユンさん、ミズ・リンさん、チョウ・インチューさん、クリスティーナ・ケイさん、リョウ・スイエさん、ホワ・グエンさん、プラシャント・シンさん、ビッグ・ガスさん、ウィリアムさん、ロジテック・カメラさん、ジュマリナさん、ソーステン・シュタイン・ザイファーさん、フリーシンカーさん、キム・ジュンシクさん、パラス・カトリさん、サンディープ・ラマさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになりますし、助かります。もし入っていない皆さんもよかったらぜひご検討ください。また私は発音コースをやっています。でそちらのコースに入っていただくと、実はこのメンバーシップに入ってくださっている方が見れる動画も見ることができます。メインチャンネルの方のスペシャル動画も見ることができます。なので
発音を良くしたいと思う方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。英語で教えるコースなんですが、発音チャレンジというのを毎月やっていて、皆さんの音声を聞いてそれにフィードバックしています。自分の発音は正しいんだろうかって、もし不安に思う人がいたらぜひ入ってみてください。では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。では、また次の動画でお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。